みんな本編で難しかったミッションは何なのだ？僕はこのミッションがくっそ難しかったのを覚えているのだ。これ本当に難しかったですよね。逃走ボスで出てくるこいつがバカ強えのだ。 HC 執行機体ですね。こことフロイトが出てくるミッションに出てくる個体が特に強かったのを覚えています。盾が硬すぎて破れませんわ。しかもミッション失敗したら初めからなんだよ。チェックポイント欲しいですよね。で今回はこのあまりに強かった2機をフロイトさんに倒していただきましょうか。またフロイトですか？この男は基本的に何にでも勝つんで実況してて安心感があるのだ。本当にあらゆる機体に勝率が高いですからね。今回もやってくれるでしょう。では1回目は執行部隊殲滅の方の機体からやっていくのだ。それでは配置についてもらってカウント321スタートなのだ。早速フロイトのライフルを HC 執行機体が認めているのだ。この盾がとても強いんですよね。ずっと張ってくる上に割れないし攻撃もするしで、まさかのフロイトが先にスタック当取られてしまったのだ。アイリスアイテムの先に先手を取っていたフロイトが、おっとこれは痛い。早々にリペア1個使ってしまったのだ。油断しているとフロイトでも負けかねない相手です。スタック当取ったけど追撃はブレードは差し込めないですね。レーザードローンもバズーカもやれるタイミングではなかったのだ。コトスタッカーを取るという分野ではアイビスよりも厳しいかもしれません。レーザーブレードフルで当ててこれだけしか衝撃たまらない。フロイトリペア2つ目使用です。今のところアイビスより苦戦しているのだ。1HC 機体は AC 特攻機体が専用していますからね。しょうがない部分もあります。シールドバッシュをかわしてスタックアを取れればかなり有利になるんだけどまずい。大丈夫、ドローンでスタッカーを取って追撃させません。危ないヒヤヒヤさせるのだ。ですがフロイトも最後のリペアを使ってしまいましたね。 HC 機体の AP は残り 40%。 ピンチでしたがフロイトバリア針からの攻勢に出ます。バリアの無敵で一気に形勢を覆したいのだ。フロイト AD です。そこからのブレードで火力を取る。そしてライフルとドローンで追撃ですが相手も反撃に出ます。シールドバッシュを QD で回避。詰まった間合いに合わせてたくさんバズーカをフルヒットからのライフル追撃プラス AD で距離を詰める。 HC が一旦退避ですね。距離はあるほど不利なのでフロイトを集める。さらに HC のシールドの隙を縫って攻撃。一気に有利だが HC も当てじと反撃なのだ。フロイト残り AD3 割。ですがここで焦らず引いてバズーカでドローンを決めて勝利です。たとえどれだけ最初不利でもしっかり立て直して勝利なのだ。なぜランク1なのか分かった気がしますね。さて尺が余りまくってるのでもう一戦やるのだ。同じ機体2戦やるのはダメですよ。違うのだ。今回使う機体はまさにフロイトが出てくるミッションでお世話になった機体なのだ。右手がプラズマライフルに変わっていますね。ミサイルもプラズマミサイルに変わっているのだ。プラズマ尽くしですね。さっきの機体の純粋な強化版なのだ。これはフロイト厳しそうです。では量子配置についてもらいましてカウント321スタートなのだ。今回は HC がプラズマライフルだから火力がさらにアップしているので早々に勝負を決めきるのが勝ち筋ですね。よしもう 25% 減らしたのだ。しかしシールドバッシュの反撃を受けてしまいました。さらにこれは突き刺し攻撃なのだ。普通にコックピット貫通してましたし中のパイロット死んでるのでは。エアちゃんあまり細かいことを気にしてはいけないのだ。しかしシールドバッシュ強すぎですね。防御と攻撃を両立させてはいけないのだ。レーザードローンで視覚から攻撃するしかありません。しかしここでプラズマの迎撃が刺さる。これ以上追撃させないとフロイトキックです。さらにプラズマを回避しての三段バズーカライフルで追撃なのだ。ドローンがないと心もとないですね。プラズマの弾速早すぎなのだ。範囲もありますしフレーム回避でも避けれません。さらに HC の猛追がフロイトを襲う。これはヤバい。プラズマの追撃も当たってしまいました。でもその分はレーザーブレードでお返しするのだ。ドローンで硬直させガスで締めるのだ。アップな。フロイト史上一番苦戦したのではないですか。それでも最後に勝利するのは素晴らしいのだ。今回は HC 機体 VS フロイトをやってみたのだ。 HC 機体は対 AC に対してとても強かったですね。盾が強強だったのだ。それでも必ず勝ち側にいるフロイトはやっぱりすごいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価してくれると嬉しいのだ。